前の玉から順番に連発することができています。プリミティアプレイヤーエールです。今回はスナイパーライフルを作ってみようと思います。以前にも作りましたが、新たな部品と仕組みを使ってより狙いやすくしたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずはスナイパーライフル用の新しい弾から作っていきます。ハンドガンより弾速を上げるために少し大きめの火薬を使って後ろから飛んでくる弾に枠が当たらないように枠も大きく作りました。枠にはタングステンとリンゴ、ゴムを使って弾は最小サイズの鉄の刃です。こちらに火をつけると、ゴムが耐えきれず壊れてしまっています。そこでゴムだけを少し大きくして耐久力を上げましょう。これならどうでしょうか。よし、壊れていませんね。ゴムの塊に76ダメージ与えていますが、鉄の刃の向きを変えるとダメージが入りませんでした。ちゃんと刃が刺さる向きにしましょう。次は、後ろへの反動を軽減するために、最小サイズの草を火薬の後ろに貼り付けます。こちらを発射すると、後ろの草が少し動いています。引火はしていませんが、草を使うと、後ろの弾に引火することがあったので、反動と引火を防ぐために、少し工夫しましょう。水に沈められる大きさの草の塊を黒焦げになって消える直前まで燃やしたら、水に沈めて消火します。こちらに火花を散らすと、一瞬で燃え尽きました。この草の塊を最小サイズに切れば、さらに早く燃え尽きるんじゃないでしょうか。たくさん並べて、火をつけてみると、一瞬で燃え尽きますが、塊の時と同じくらいです。どうやら燃え尽きる速さには限界があるみたいです。とりあえずこの黒い草をくっつけて、さっきと同じように点火すると、なるほど、全く同じですね。それでも、後ろの弾への引火は防げそうなので、焦がしたものを使うことにしました。そのおかげなのか、こうやって2つ並べても、後ろの弾に引火することはありませんでした。そして反動の方も、草が軽いおかげで、そんなに強くありません。これなら手で持って撃っても、銃が吹っ飛んでいくことはなさそうです。これで弾ができたので、次は弾を連発するための仕組みを作ります。前回のハンドガンに使っていた、反転型のトランジスタと、リンゴの配線を使った仕組みを、こんな感じで組み直しました。こちらに電気を流すと、弾を発射したとき、爆発の威力でリンゴの配線が途切れることで、トランジスタが通電モードになって、向こうの弾に電気が流れます。この仕組みなら、こうやって縦に連結していくだけで、前から順番に発射できるようになるわけですね。10発繋いだら、反動も同時に確認するために固定しない状態で電気を流してみると3発目を発射したところで、おっと、発射の順番が乱れています。どうやら接着するときにうまくリンゴの配線に繋がらなかったみたいです。問題のある弾をもう一度繋ぎ直してバッテリーを4本つけてみると、問題なく弾を発射しています。ちょうどいいくらいの連射ですし、反動も軽くて使いやすそうです。さらにバッテリーを増やして9本にしてみると連射が速くなりました。ですが、ここから3本増やして12本にしてみても9本の時とほとんど変わりません。リンゴの破壊からトランジスタの起動まで少しタイムラグがあるみたいですね。使うバッテリーは9本にしておきましょう。
これで連続で発射する仕組みはできたので、手に持って狙い撃ちできるように部品を追加します。今回はスナイパーライフルなので、狙いやすい照準器をつけましょう。こんな感じで、火薬と鉄の刃を照準器の前側のパーツにすることで、照準位置と着弾地点がなるだけ近くなるようにしました。これならかなり精密に狙い撃ちできるんじゃないでしょうか。照準器ができたら、弾を発射したとき、手から離さないように、ベアリングを挟んで別パーツ扱いにしたグリップをつけましょう。右手で持つグリップは、トリガーの器用を持つトリガースイッチ。左手で持つグリップは、バッテリーを並べたものにして、無駄をなくしました。よし、取り付け終わったので、トリガーを引いてみると、よし、ちゃんと発射できてますね。速度の申し分ないです。これでスナイパーライフルの完成です。片手でも持てるくらい軽くて使いやすそうです。カメラに向かって撃ってみると、前の弾から順番に連発することができています。反動も抑えられていて狙いやすそうなので、早速向こう側にある木を狙い撃ちしてみると、かなりの精度で命中してくれています。トリガーを引いてから発射まで 0.5 秒くらいと、タイムラグが少ないのもいいですね。せっかくなので、サゴキャラの頭の上にリンゴを乗せて、遠距離からリンゴを撃ち抜くウィリアムテルごっこをしましょう。黒いモノリスがあるところから狙い撃ちしていますが、さすがに距離がありすぎて、なかなか当たりません。サゴキャラ本体にバシバシ当たってますね。それでも諦めず、何度も撃ち続けていると、よし、リンゴに命中しました。何発も撃ちましたが、これだけ離れた距離から当てることができたので、よしとしましょう。続いて、古代の要塞のレーザー砲台を狙ってみます。こちらもかなりの距離があるので、なかなか当たってくれません。それでも、この命中率に優れたスナイパーライフルなら、それなりの確率で命中してくれました。最後の射撃は、10発中ニュースがレーザー砲台に当たったので上出来です。弾速が速いのも、命中率の高さに影響しているのかもしれませんね。狙い撃ちするのは、十分楽しめたので、いつものように、大木から狙っていきましょう。トリガーを引きっぱなしにして、連射モードで撃ってみると、しっかりダメージを与えて、破壊することができました。ドローン工場の壁は、せっかくなので、四隅のレーザー砲台を破壊した後、壁を狙うようにしましょう。何度か失敗しましたが、狙い撃ちに慣れてきて、レーザー砲台をすべて破壊した後、壁も余裕で破壊できました。そして、風力発電機は、遠距離からの射撃だと、ダメージが足りず、倒しきれませんでしたが、近づいてから撃つことで、それなりのダメージを与えて、破壊することができました。もちろん、風車の羽の方を狙っても、しっかり当てることができます。そして、モーター本体にも命中して、完全勝利です。それでは次は、こちらのザオキャラの大群を狙って、スナイパーライフルで撃ってみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。まずは連射モードから、ハンドガンより火薬が増えて、弾速が上がっているので、吹き飛ばす力も高いみたいです。結構ぶっ飛んでますね。ちゃんと狙って、一発ずつ撃てば、ヘッドショットが成功して、しっかり頭をぶっ飛ばしてくれます。狙いやすくて威力もそれなりにある、強い武器になりました。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。トリガーを引くと、すぐに弾が発射されるので、動いている敵にも当てやすそうですね。もちろん、トリガーを引きっぱなしにすれば、
1秒かからないくらいの間隔で停車することができます。多少銃が暴れますが、十分当てられました。それでは最後は、巨大スライムの上に、リンゴのかけらを設置して、大量のガラスのかけらをつけて、リンゴを破壊するとガラスが落ちて、巨大スライムにダメージが入るようにした罠で、巨大スライムを攻撃してみましょう。果たしてリンゴだけを破壊して、倒すことができるんでしょうか。少し離れたところから、狙ってみると、おっと、倒すことはできましたが、ガラスの方に当たりました。これで倒してもすっきりしないので、リンゴに当たるまで打ち続けていきましょう。そうすると、やったー !4497 ダメージ。巨大スライムを倒しました。リンゴに弾が直撃して、ガラスを落とすことで、しっかり仕留めることができました。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、スナイパーライフルさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、バイバーイ。